松重義人さん、当時32歳。中国新聞のカメラマンだった松重さんは爆心地から 2.7 キロの緑町の自宅で被爆しました。被爆直後、市内を歩き、貴重な資料となる5枚の写真を撮影しました。朝食を済ませて、新聞社の方へ出勤の支度に取り掛かったその時なんですがね、この外から家の中に引き込んでいる電灯線の根元の方にどう言いますか、この目の前で雷が落ちたようなものすごい光が走ったんですよ。音は私は聞いてないんですけどね。それとちょうどマグネシウムを目の前で発火したように一瞬真っ白に覆われて何も見えなくなったんです。で間髪入れて今度は爆風なんですよね。上半身裸だったんですが、その体に数百本の針を突き立てるぐらいの強烈な爆風なんです。その爆風が来た方の壁は2階も下もぽっこりと大きな穴が開いて、壁土が座敷に盛り上がってるんですね。その壁土の中からカメラと司令部の方から支給されていた服ですね、それを引っ張り出して身支度をして家を出たんですが、とりあえず新聞社か司令部へ行ってみようと思って家を出たのが、爆弾が落ちてかれこれ40分ぐらい経っておりました。みゆき橋の2節目に警察官の発所があったんですけどね、そこにいる人たちはほとんどがこの中学校1年生2年生のまだ子供なんです。ほとんどあそこには広島女子小の生徒、広島一中の生徒が多かったんですけど、この頃は建物疎開に行っていて、外で、熱線香をまともに受けたわけなんですね。それでもうこの体の至る所、背中から顔から肩腕、もうちょうどボールのような火袋が出てたんですよ。それが破れて皮膚がボロギロのようにぶら下がっていましたけどね。でその中には逃げる時に靴が脱げて、その火の上を裸足で走っている、裸足で走ってるから足の裏まではその火袋に焼けてる子供もいたわけなんです。私はそれを見た時にここを写真に撮ろうと思ってカメラに一旦手をかけたんですけど、なかなかシャッターが切れないんですよ。あまりにもかわいそうで、同じ原爆にあっても私はガラスの破片程度の軽傷で済んだわけなんです。だけどこの人らはもう今にも死なんとしている、あまりにも無謀な、なかなかシャッターが切れなかったんですけど、思い切って20分ぐらいでも躊躇しましたか、ようやく1枚写して、4、5メートル近づいて2枚目の撮影の時には、涙でファインダーが霞んでいたのを、今でもはっきり私まだ覚えておりますけど、そこにいる人たちの視線が全部みんな自分に集中しているように、見えるんですね。助けもせずに写真を写してというような思われているような気がするんですよね。それでもシャッター切らなくちゃいけない、どう言いますか、心を鬼にすると言いますかね。ようやく、あそこでようやく2枚撮影はしたんですけど、その人の目から見たら本当に無慈悲なものに見えたんじゃないですか。ちょうど神谷町の電車の周り角にやはり電車が1台、ここに焼けた電車があったんです。その電車には人が乗っているんですよね。でステップに足をかけて中を覗いてみたんですよ。すると電車の前方の方に15、6人でおられましたか、折り重なって亡くなっておられるんですよ。で神谷町は、爆心地から200メートルぐらいの至近距離なんですよね。そのまま火炎に巻かれて焼け死んでるから、着てるものは全部焼けてるんですよね。みんなすっぱだかだったんですよ。それを見た時に恐ろしい時の表現に、身振りがする髪の毛が逆立ちになると言いますけどね、
そうした旋律感を覚えましたね。でステップにかけた足を引き写真に撮ろうと思ってカメラに手をかけたんですけどね、こうして裸で亡くなっておられる人の写真を後に残してもこの人たちに気の毒になるし、またかわいそうでもある。またあの頃は下の写真は新聞には掲載できなかったんですよね。そうしたことも手伝って一番ひどい街中を約3時間近く歩いたんですけど、結局中心部での写真は1枚も用撮影してないんです。他にも、カメラの中に陸軍船舶隊にもカメラマンの人がおられたんですけどね、もちろん中国新聞にもおられました。だけど誰も用を取ってないというのはあんまりにもやっぱりひどいから用を取らなかったんじゃないかと思うんですよね。その意味か自由するわけでないけど5枚でも取れたのが、せめての慰めと思っておりますね。戦時中のもう毎晩のように空襲で起こされ、それが戦争が終わったかと思うと今度は食糧難時代、そうした3つを踏まえている自分らにはそうした苦しみを次の世代、自分の子供孫それにも体験させたくない、これが私の願いなんですね。これは自分の子供孫だけでなしにこれからの若い世代の人にもそうしたことがあってはいけない。そのためには今の若い人が私らの気持ちを汲んで正しい平和への道に踏んでもらいたいと思うんです。松重義人さんの証言でした。